飲みと人類の歴史疫病との関わり。イントロダクション。飲みは人類の歴史において、単なる不快な害虫以上の存在でした。特に疫病を媒介する生物として、人類の歴史に大きな影響を与えてきました。その小さな体には驚くべき能力が秘められており、時として人類に甚大な被害をもたらしてきました。今回は、飲みと人類の関係性、特に疫病との関わりについて詳しく見ていきましょう。飲みの基本的な特徴。飲みって何なのだ？虫だってことしかわからないのだ。飲みは体長 1.5、4mm ほどの小さな昆虫よ。吸血性で強力な後足を使って驚異的な跳躍力を持っているわ。人や動物の血を吸って生きているの。特に注目すべきはその体の構造ね。扁平な体型は宿主の体毛の間を素早く移動するのに適しているのよ。そんなに小さいのに飛べるのだ。どのくらい飛べるのだ？自分の体長の100倍以上も跳躍できるのよ。人間に換算すると約200メートル飛べる計算になるわ。これは彼らの生存戦略として進化した特徴ね。特殊なタンパク質レジリンを含む弾性組織がこの驚異的な跳躍を可能にしているのよ。歴史上の疫病と飲みの関係。飲みが病気を運ぶって聞いたことがあるのだ。本当なのだ？その通りよ。特に有名なのが14世紀にヨーロッパで大流行した黒死病、つまりペスト菌よ。当時のヨーロッパの人口の3分の1が亡くなったと言われているわ。具体的な数字で言うと、推定7500万人から2億人の人々が犠牲になったとされているのよ。そんなに大変なことになったのだ。でも、どうして飲みが広めることになったのだ？ネズミに寄生していたノミがペスト菌を保持していたのよ。そのノミが人間を刺すことで感染が広がったの。当時は衛生観念も今とは違って人とネズミの距離も近かったわ。特に都市部では狭い空間に多くの人々が住んでいたから感染が急速に広がったのよ。それから当時の医学では原因も治療法もわからず、それが被害をさらに大きくしたのよ。現代社会における飲みの脅威。でも今はそんな怖い病気はもう心配ないのだ。残念ながら今でも飲みは依然として公衆衛生上の問題を引き起こしているわ。ペットから人間への感染症の媒介者として、また飲みアレルギーの原因としても注目されているの。特に飲みトゲ症という皮膚炎や時には猫ひっかき病という感染症を媒介することもあるのよ。今でも気をつけないといけないのだな。そうよ。特にペットを飼っている家庭では定期的な予防が重要ね。獣医師に相談して適切な予防措置を講じることが大切よ。それから室内の清潔を保って定期的な掃除や寝具の洗濯も効果的な予防方法なのよ。飲み対策の進化。昔の人はどうやって飲みから身を守ってたのだ？興味深い質問ね。古代エジプトでは飲みよけとして特定のハーブを使用していたという記録があるわ。中世ヨーロッパでは飲み取り粉やいろいろな民間療法が使われていたの。例えばラベンダーやローズマリーなどの香草を使用したり、特殊な香りの強い木材で作った家具を使用したりしていたのよ。今の対策方法はどう違うのだ？今では科学的な研究に基づいたより効果的な予防薬や駆除方法が開発されているわ。例えばペットへの予防薬の投与や環境処理用の薬剤などいろいろな選択肢があるの。特に注目されているのは IGR というノミの成長を阻害する薬剤よ。これによってノミの繁殖サイクルを効果的に断ち切ることができるのよ。まとめ。飲みは人類の歴史において重大な影響を与えてきた小さな生物です。特に疫病の媒介者として、私たちの過去に大きな爪痕を残してきました。現代では科学技術の進歩により、より効果的な予防や対策が可能になっていますが、依然として公衆衛生上の重要な課題として認識されています。過去の教訓を生かしながら、適切な予防措置を講じることが、現代を生きる私たちにとって重要なのです。特に、ペットとの共生が一般的となった現代社会において、飲み対策は私たちの健康を守るための重要な要素となっています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるなら
チャンネル登録や他の動画も見てみて。